この野犬問題、当時6年前に山口県は野犬をすぐ、こっぴどく捕まえてこっぴどく、殺処分するっていう事案を聞いたんでね、それはまずまず現場行ってみようじゃないかっていうことで、山口に来ました。そしたらばもう一つの公園の中で200匹いました、野犬がね。その子たちを、守る、保護する、やめさせる、要するに殺処分とか、要するにいじめもやめさせる、もうそんな願ってるだけじゃ始まらないんで、まずは、現実処理として、この子たちの行き場を探そう、屋根のある家を作ろうじゃないかっていう、もうそれしか考えられなかった。もうそれしかないと思ったんで、福島と、ある意味似てるんですけどね、この現場に来て、現地に来て、シェルターを立ち上げました。作りました。そういう塩梅ですね。要はもう、その行政がそれを腰を入れてないっていうのが大きな問題なんだよね。で、その腰を上げさせるために、うちらが100万回物を言ったって上がるもんじゃないと思ってるんでね。もう戦後78年も経って、そんなもの上がってるならもう今更上がってるに決まってる。要はもう、動物の命と人間の命の線引きをしている。ここに大きな問題があるんですよ。で、その線引きをさせるものは何かって言ったらば、もうそれの利潤であったり、思惑であったり、あるいは面倒であったり、あるいはもうそういう姿勢じゃなかったりとか、もういろんなものが絡んでるんでね。で、それに対してこれがどう、これが紐解いて、何をどう示唆したって、結局もう意味がないんですよ。要するに道徳、命への道徳観の問題。で、知ってもらって、心ある人が、それをもちろん強要じゃない。自分たちの、器量のもとで、言うからしょうがなくじゃなくて、心のもとで、それを動く人を集めたい。集める。それで、民間の力で、この日本における動物問題を、平和にしていくっていう、もうこれ、100年かかると思ってるんで、まずはまだ初動段階ですね。だからね、第一段階でも済まそうじゃないかっていう、自分が生きてる間は。それを後世に伝える。今のこの私が今5分で喋ったことをね。そういうことですわ、基本的には。そこまで、思ってもやっぱり行動って難しいと思うんですけど。もちろん行動難しいっていうか、やる気さえあればできるんだっていう意見もあるし、じゃあその環境が伴い、皆さん仕事もあり、家庭がありね、もちろん自分の趣味もあり、生き方もあり、考えもあるんで、そういうのも全部凝縮して、一括りにして放り投げられるかどうかって言ったら、それはなかなかいませんよ。シチュエーション揃う揃わないは二の次の問題で、基本的にはやる気があるかないかの問題ですよ。あと、お金ね。で、お金はないんで、もうこの前来てもらって、ご託並べた通りに全部手作りですよ。業者に任せばメーターフェンス2万を、安くしたいって言って、全部、購入も、もちろん工事もやれば、メーター5000で済むと。4分の1で済むんでね。何の、工事にしたって。だから、それは補ったっていうことで。じゃあ、ガンマンさんの中で、こういう、殺されてしまう犬猫が増える理由っていうのは、僕はやっぱり繁殖屋とか、それを安易にお金を出して買ってしまう飼い主様がいることが原因だったりするとは思うんですけど。そこの、生体販売の部分は行動的な概念っていうか、さっき言った動物の命と人間の命に線引きをしているっていう、その核の部分からの流れでの一つの人間の欲が生んだ産物だと思ってるんでね。そういう人たちも命の尊厳大事にしてくださいとかなんとかってこっちがいくらさっき言ったように10万回攻撃したって僕は無理だと思ってるんで、だって向こうだって腰が入ってますよ、これは。だって仕事だもん。ということはその一歩前掘り上げて結局は、道徳観の問題だと思ってるんで、その道徳観命へのね道徳観の問題、要するに動物の命を尊厳、なんで人間と動物の
命を線引きするんだっていう、そっちの流れがやっぱり覆いかぶさると思う問題だと思ってるんで、はい。もう殺処分もそう、野犬問題もそう、飼育放棄もそう、生体販売もそう、もう実験動物もそう、みんなそうですよ。サガスの方、イルカもそう、みんなそうですよ。命への道徳感ですわ。そうですよね。で、これが、じゃあ動物が好きだからそんなことを偉そうに言ってるんだろうって言われそうなんだけど、この前も言ったけど、私動物好きでも嫌いでもないんですよ。飼ってなかったんですよね。好きでも嫌いでもない。はいたまたま弱いものが、福島であったりとか、野犬であったりとか、結局動物になっちゃう。っていうことは、うん逆転の、発想っていうか、弱いものは要は動物なんですよ。今、この現代は。いくら人間社会が戦争をやってて、地震だとか災害だとか、いろんな諸々の筋情が起こっても、結局、社会が人間が助けてくれる、全力で助けてくれる。なんとか、もちろん亡くなられた方いるけども、全力を挙げた結果であって、ところが動物たちは全力の1、100ある1も出されないんですよ。災害があってもね。結局は利用される動物、畜産される動物、災害があったら見捨てられる動物、あるいは災害の場合は話戻るようだけど、無視されるだけじゃない、敵視された。敵視ね。要するに、いちゃ困る。生き証人になったら困る。放射能が産出されたら困るっていう、そういうもう打算的な存在でしかなかったんですわ。で、これは、突発的だから、要するに滅多にないことだからって言ってしまえばそれまでなんだけども、そういう問題じゃない。10回あれば10回同じことをやりますよ。そうでしょ。はい。その延長線上に殺処分があり、生体販売があり、飼育放棄があり、すべて命への道徳感の欠如なんですわ。で、じゃあ、それを知ってたなら、それどうにかしろよって話だけど、それこそ、もう100年ものですよ、これは。だって、30年、40年、50年生きた人間の人格を変えるなんて無理ですよ、これは。そうですね。まずそこがね、生み出してるものなんで、ね。ということはどうするかと言ったらば、子供たちに伝える、教える、知ってもらう、やってもらう、これだけだと思ってるんで、純粋な子供たちがね。そしたらば、10年、20年、30年後、もちろん大人になって、その純粋な気持ち、堅くなな気持ちが変えてくれますよ。日本っていう動物への諸事情をいい方向に変えてくれますよ。日本人優しいんだから、今、忘れてる、気づいてない、あるいは風潮に流された、あるいは親がそうだったからとか、いろんな流れで10年、20年、30年過ごした日本人が、それはもうしょうがないと思ってるんだよね。もうこうだからああだからってどうだこうだ、私が例えば Facebook で1万人と人に叫んでも YouTube で何十万人の人に叫んでも今こうやって叫んでも心ある、要するにそっちの方に波長が合う人にしか、伝わらないと思ってるんで、それでももちろん OK なんでね、10人に1人でも伝わればもちろんいいですよ。偉そうなことを言ってるだけど、それで十分ですよ。要はその先々にいる子供たちの耳に届けば、それが、啓蒙活動的にはそれが全ての目的です。それと、並行して、今保護すべき犬猫を保護するっていう、この二面作戦でやってるんで、戦後教育の影響は大きいですよね。これ漫画家さんからのコメントです。戦後教育、この影響大きいですよね、本当。戦後の要するに命の授業ですよ、結局はね。命の授業をしないと何もそっちの方面で習うことはない。っていうことは、親か、兄弟、親から、教えてもらえる以心伝心で、その、精神がずっと、だから今要するに行政の方々はその親から、その親は親から、親の親からっていう要するに教育をされた命の尊厳とか道徳とか、大事さとか、そ
そういうことを習って、今に来たんだと思いますよ。もちろんそれでもちろん当たり前のことなんだけれども、何かが足らなかった、何かが欠けていたって言わざるを得ない。もうそれはもう何もいなやこの日本の動物事業が全てを、語ってくれてます。ヨーロッパとかドイツ、とかもうあっちの方どれだけ命を大事にしますか、動物の命を大事にしますか、それいいねっていう話じゃなくて、温かいねっていう話じゃなくて、それが普通なんだって、人間のあり方なんだっていうことを日本は気づかなきゃいけない、と思ってます。はい、見てくれとかね、世界で一番行きたい国、綺麗な国って歌われているんであれば、その外観だけじゃなく、その内側、蓋をした中側、そこを綺麗にしましょうよっていう、もう日本正々堂々と、語れるような日本にしましょうよっていう、こういうことですよ。それが、全ての命を大事にする、これから待ってる平和とか幸せとかなんだとかっていう、そういう哲学的な話も含めて、動物愛護問題、動物の命を大事にするっていうのは、自分の命だけを大事にしちゃダメだよ、自分以外の命を大事にすることにつながっていくと思ってるんでね。それっていうのは、まあ裏返せば自分の命を大事にするってことは、まあ誰でもこれは本能的にそうなんだけども、しすぎるがあまりに、自己顕示欲とか、自己主張とかそういうのが出ちゃって、もう様々な、今全部いたずらしたりとか、あるいは、いじめであったりとか、もう全て大きな問題に関わってくる。そういう要するに社会問題ね。でその先には犯罪が待っている。その犯罪の先に、要するに犯罪をしたらばもちろん大変なことだよね。要するに暗黒な社会、要するに平和な社会でなくなる方向に向かっちゃうんですよということを言いたいですね。大事なことですよ。自分たちのこの子供たち、子孫子孫が平和な社会でいてほしいじゃないですかっていうことですよ。自分たちが平和な社会、自分の一人が幸せならばそれでいいのか。もちろん本能的にはそうなんだけども、戦後78年も経って余裕があるんだからばねえ、犬猫たちに一粒でもフードをあげる余裕があるんだからあげましょうよっていう、そういうシンプルな話ですよ。まあでも本当にガンマンさんが以前からずっと伝えられてる内容で、本当に犬猫の命、尊厳を高めることで、当然人間社会にも影響があるし、本当にできないことはないと、海外でやってるわけだからっていう。できないことはないですよ。それも本当に共感して、それでありがとうございます。お会いしてからやっぱりうちのその活動っていうのも、なんていうんですかね、止まることなくできてる。もっともっとやっていこうって、やっぱりこうやって話をすればするほど、感じるんですけど、でも本当に要はね、もう自分の子供たち、未来永劫にかけて幸せな環境世界にしましょうよっていう、これ誰でも願いだと思うんだよね。それの辺の道を踏み間違えてる、あるいは踏み外していることに気がつくべきで、それを教わってる、教えてくれてるのは動物の命であるということでね、動物の命を大事にしましょう。ただ単にかわいそうだから大事にしようって言ってるわけじゃない。そんな小さな問題じゃないってことですよ。もちろんかわいそうっていう思いはね、感情論、モチベーションの維持とかで大事ですよ。でも、その枠の問題じゃない。その100万倍ぐらいでかい枠の中で物事を考えましょうよっていうことですわ。自分たちの人生、家族、将来の平和のためにね。